お、早っ。うわー、おっと、おっと、耐えられる。うわー、当たっていないが、こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ベイブレード X より BX33 バイスタイガー 360U です。それでは見ていきましょう。ということで、来ましたね。新たなベイブレードが。で、これなんと主要モデルが、はい、七色しぐるさんとなっております。で、最近ね、ブラックシェルっていう新たなベイブレードも発売がね、決定したことによって、なんと、死生獣がね、ついに揃うということで、ベイブレード X でも死生獣が出てくるっていうのがもう激アツですよね。さてさて、中身がこんな感じになってます。じゃあ取り出していきましょう。そして今回こちらコロコロコミック7月号がね、発売されておりましたので、これの付録、これドランソードメタルコートブルーね、これも一緒に見ていこうかなと思います。なんかめちゃくちゃ分厚いんだよね。これね、はい。めちゃくちゃかっこいいんだけど、はい。これも取り出していきます。中身を取り出すとこのような感じになっております。それではブレードから見ていきましょう。こちら。ブレードのバイスタイガーですね。で、これが、アッパー刃、ダンパー刃、スマッシュ刃の3つの性能を併せ持つブレードということで、はい。これ見ていきましょう。まずは、ここで、アッパーで相手を上に持ち上げてアタックすると。そして、はい、ここダンパー。はい、相手をスマッシュ。ね、下に押し付けて、持久ガチすると。そして、このダンパーは、はい、この空間が空いてます。ここで、ね、相手の攻撃を吸収したりっていう防御になっております。すごいね。で、このいろんなタイプの、刃があるので、バランスタイプっていう感じになっております。で、次、ラチェット。こちら360ですね。ベイを低めにセットするパーツで、弾き性能の高い3枚刃を採用ということで、これはね、いろんなベイブレードに使われているパーツです。そして、最後、こちら、ビット。はい。これがユナイトビット。で、球状の軸先の先端を平面にしつつ、中央に突起を設け、回避、ダッシュ、カウンター3種の起動を可能にしたビットとなっております。これね、すごいのが、まず、こちら、外側のこの丸っこいところは、このボールビットのような丸さで、この外周というかね、こう、相手の攻撃をかわしながら動くことでスタミナタイプの動きができると。そして、ここ、フラットにこうなっております。ということで、ここで、ここがスタジアムに触れた場合は、このアタックタイプのフラットビットのような暴れる動き。そして、最後、この中心のこの、ね、真ん中の丸いところ。これが、ちょうど来た時は、このディフェンスタイプの、このニードルのような、この真ん中にとどまる動きをするという、このまた3つのタイプの動きができるっていうので、これもバランスタイプになっております。ということで、このパーツね、すべて組み上げていきましょう。はい。これで、バイスタイガー 360U になります。なんかこれまたね、おもろい性能してそうですよね。はい。ということで、とりあえずこちらのね、重さ測っていきましょう。それでは比較としてこちら、ヘルズハンマーも一緒に重さ測っていきます。まずヘルズハンマーの重さ 33.13g です。じゃあバイスタイガーは 34.75。あ、なるほど。ヘルズハンマーよりは重いって感じですね。はい。ただね、結構重いブレードだと37とか38とかあるんで、激重ってほどでもないぐらいですかね。じゃあラチェットが 6.48 で、こっちが 6.34。で、ヘキサビットが 2.57 で、ユナイトが 2.14。じゃあすべて、組み合わせて測っていきます。まずは
ヘルズハンマーから。ヘルズハンマーの重さが 42.18。はい。で、バイスタイガーが 43.20。ちょい重ですね。はい。ということでね。こんな感じ。で、ちょっと忘れてましたけれども、こちら。これがコロコロコミックの付録ドランソードのメタルコートブルーになっております。なんと、こちら、コバルトドレイクと、もう、カラーリング的には全く同じになっていると。この真ん中の、このイラストも、なんとね、普通のドランソードとは違う、もう、邪悪な色合いになってるっていうところめちゃくちゃかっこいい。これがなんと、付録でゲットできちゃうっていうのが、すごいですね。僕3冊買っちゃいました。はい。ということで、こちら、バイスタイガーでバトルやっていきましょう。それではこちらのバイスタイガー 360 を実際にシュートしてどんな動きするのか見ていきましょう。いきます。はい。アタックの動きをしています。そして、これはスタミナタイプの動きですね、今は。はい。相手の攻撃をかわすような動きをしていて、で、もうちょっと時間が経つと、はい。真ん中に来て、で、ここでとどまると。はい。こういうディフェンスタイプのような動きもできる。っていうね、おもろいね。はい。ということで、バトルね、やっていきましょう。一番最初に戦うのはこちら、ウィザードロッド 480B ですね。はい。これと戦わせていきます。どんな戦い方をするんでしょうか。それではいきます。1回戦目、3、2、1、5、シュート。さて、おっと、最初はアタックの動きをしている。だが、ウィザードアローが、バーストフィニッシュということで、バーストフィニッシュ2ポイント獲得。2回戦目、3、2、1、5、シュート。やっぱなんか、アタックが強いな。うわ、1回の当たりが、やっぱすごいわ。ただそれを、ウィザードアロー結構耐えております。さて、これは、さすがに、はい、ウィザードアロー、スタミナ勝ちですね。スピンフィニッシュ、1ポイント、2対1。3回戦目、3、2、1、5、シュート。おっと、これは、スタミナの動きをしているが、アタックに切り替えた。すごい、自分で切り替えることもできると。面白いね。いや、しかし当たっていない。オーバーフィニッシュ。はい、ということで、アッパーの勝ち上げがね、うまくはまりました。ということで、オーバーフィニッシュ2ポイント、4対1で、バイスタイガー勝利。おもろいね。それでは次、最近発売された、忍びシャドウ 180MN ですね。はい、これと戦わせていきたいと思います。1回戦目、3、2、1、5、シュート。さて、はい、いきなりバーストフィニッシュ2ポイント。2回戦目、3、2、1、5、シュート。おっと。はい、ということで、最初の攻撃を耐えました。ここからは、忍び有利じゃないかな。おっと、いや、しかし体勢が崩れているが、危ない。はい、スピンフィニッシュ1ポイントということで2対1。3回戦目、3、2、1、5、シュート。お、早っ。破壊力が半端ないですということで、オーバーじゃない、バーストフィニッシュ2ポイント、4対1で、バイスタイが勝利。怖いね。それでは次はこちら最強アタッカーフェニックスウィング 960GF と戦わせていきましょう。それでは1回戦目 3,2,1 5シュート。さあ、うわっ、はい、オーバーフィニッシュ2ポイント。2回戦目 3,2,1 5シュート。さて、おーっと、はい、なんとエクストリームフィニッシュで3ポイント、3対2。3回戦目 3,2,1 5シュート。おっと、なんとフェニックスウィングのアタックをかわし、最後ガツッとねオーバー
決めました。で、オーバー2ポイントで合計5ポイントなんですけれども、4ポイント選手なので、2対4で、4対2か。4対2でバイスタイが勝利になります。それでは、ラスト、ウィザードロッド 570DB。これに勝てたらすごいです。じゃあ行きましょう、1回戦目。3、2、1、5、シュッ。おっと、耐えられる。うわー、オーバーフィニッシュ2ポイント。2回戦目、3、2、1、5、シュッ。当たっていないが、なんでなんかバーストしましたね。はい。ということでバーストフィニッシュ2ポイント、4対0でバイスタイガー勝利なんですが、なんかめちゃくちゃまぐれな気がするので、ちょっともう一回いきましょうか。なんかさすがに今のはまぐれすぎるんで、もう一回ラストね、泣きの一回やりましょう。はい。ということで、もう一回いきます。はい。じゃあこれ、ラストね。はい。なんか、エキシビションマッチいきます。3、2、1、5、シュッ。いや、ダメだな、これも。これもちょっとまぐれすぎるんでね。はい。もう一回、ラスト。本当のラストのエキシビションマッチいきましょう。ちょっとバイスタイガー今のところね、なんか無敵みたいになっちゃってるんで、はい。さすがにウィザードロッド勝てるんだよってとこ見せていきましょう。3、2、1、5、シュッ。お、いいよ。さすがにウィザードロッドならね、余裕で勝てるはずなんで、さすがに。あ、オッケー。多分ここまで耐えたら、勝てますね。はい。オッケー。はい、ウィザードロッドスピンフィニッシュ勝利ということで、ね、はい。負けることもあります。ということで、今回のバイスタイガーのレビューいかがだったでしょうか。強いね、バイスタイガー。はい。なんといっても、普通にこのカスタム、このまんまでも十分強いので、このまま使ってもありだし、個人的に感じたのが、アタックめちゃくちゃ強いなって思ったので、アタックカスタムにしても強いと思いますね。はい、ということで、いろんな可能性を秘めてるベイだと思いますので、皆さんもね、いろいろ研究ね、いろいろカスタムしてみたりして、試してみてください。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。